こんにちは、タツです。今日は自立しすぎな人の特徴とその対処法について僕の体験談も踏まえながらお話ししていきたいなというふうに思っています。ということで今日の参考書籍は遊佐美香子さんのメンタルモデルという本です。この本は僕自身も一番人生で大きかったうつからすごく救われた本だったので、過去の躁うつのどん底にいた時に助けてくれた本の紹介でもお話ししたので、ぜひその動画も見て本も読んでくださるとすごく嬉しいです。はい、ということで自立しすぎな人がどういう特徴の人かっていうのをメンタルモデルで遊佐美香子さんがお話ししていることを踏まえてマップを作成してみました。縦軸が自立型か依存型で、横軸が逃避型と克服型っていう風になってるんですけど、その人が何か自分にとって望んでない状況に陥った時だったりとか、人生を前に進めていく上で何かを克服していく、頑張ってクリアしていくっていうような人生の切り開き方をする人か、それか逃げることによって人生を切り開いてきた、人生を進めてきたっていう人なのかっていう、逃避型か克服型かっていう傾向になってます。今日お話しするのは右上のとにかく自立タイプっていう風に書いてるところで、僕自身も完全にこれなんですけど、とにかく自立タイプの人は、自立傾向が高くて克服によって人生を進めてきたっていう人になってます。とにかく何でも自分でやろうとしてしまうタイプってことですね。それぞれのタイプがいい悪いってことではなくて、いい面悪い面社会ではどっちもあるように感じてます。とにかく自立してしまう人のいい面は責任感、判断基準が高かったりとか、自分で何でもできるみたいなことだと思うんですけど、逆に人に頼れなかったりとか、うまく感情表現ができなかったりとか、そういうことがすごく生きづらさも見ますよね。そんな感じで他の3タイプについては今日はご説明したいんですけど、ざっとだけご紹介すると、右下の共闘タイプは誰かに依存傾向、依存するけど依存することによって物事を前に進めていくっていう、共闘できるんですね。人と協力して進んでいくタイプです。このタイプは行動力とか人を深く巻き込んでいく力が強いですけど、逆に誰かがいないと何かができないっていう風な価値観を持ってたりとか、そういう意識を持ってたりとかするような人です。左上は慎重自立タイプで、自立傾向は高いんですけど逃避型なんで、物事を悲観的に捉える性質があります。分析してその上で何をしようかっていう風に考えるのは上手になるんですけど、その上で取る行動っていうのはどちらかというと消極的な方になるっていうのが、慎重自立タイプ、分析型の人って感じですね。左下の内向ループのタイプは他者に依存しやすい傾向があって、かつ逃避する、物事から逃げるっていう方向でなんとか苦難を乗り越えるっていうような方です。どの人がどれに当てはまるっていうわけではなくて、その人のモードだったりとか人生のフェーズでも結構変わってくるかなっていうふうに思ってます。僕は躁うつで結構波があるんで、躁状態とかニュートラル、元気な時は割と右上の自立タイプでずっと生きてきてるんですけど、うつになるとすごい左下になりますね。ずっとなんか悶々と考えて、でも別に立ち向かいたいわけじゃなくて逃げ続けるみたいな感じになっちゃいます。しかもすごく甘えたくなって、人に実際は甘えれないんですけど、自立タイプなんですごく寂しくなるし甘えたくなるみたいな感じで左下に近くなるんですけど、そんな感じでこのマップは、誰がどのタイプっていうのだけではなくて、その人のモードだったりとかフェーズによって変わったりもします。ということで、じゃあその特徴が何に紐づいているかっていう過去の体験の具体例についてお話したいと思ってます。例えば、両親から自立したいって思い続けていることがあるかなって思います。さらにそう思うようになった子供ながらの感覚、思考みたいなのがあって、例えば母親がずっとうちにはお金がないっていうふうに言っていると。でその中で自分は長男長女で、このうちにはお金がないんだ、じゃあ自分はお金を使わないような生活をしよう、お金を両親に使わせないような生活をしよう、自立していくことが両親のためでもあるんだっていうふうに思っていくっていうようなこととか、あとは僕の場合は母親のことをずっと助けたいなっていうふうに子供の時に思ってた記憶があって、その上では自分は自立しなきゃいけないよねっていうふうに思って、自立することが正義なんだっていうふうに強く思い込むようになった気がしてます。その他の過去の体験としては、思春期頃、学生の時ですね、コミュニティの中でどう生き残っていこうかっていうことに危機感を持っていた人っていうのも、自立しすぎな人に当てはまるのかなって思ってます。友人関係の中で自分は価値があるかどうかみたいなのを気にして、じゃあ価値があるように振る舞おうっていう風な選択をしてなんとか頑張ってきた人っていうのが、自立しすぎな人の特徴、過去の体験としてあるかなって思ってます。この過去の体験、特に両親の関係、思春期までの体験をして、それに対してじゃあ自分はどういう風な選択をするかっていう時に、依存じゃなくて自立をするべきだ、逃避じゃなくて克服をするべきだって思った人、さっきのマップの右上に当てはまる人が今日お話ししている人の特徴ということになります。これはメンタルモデルでは回避行動っていう風に呼ばれてて、
その人が逃避であれ克服であれ、うわこれは嫌だって思ったこと、例えば両親が苦しんでいる、母親が辛い思いをしている、コミュニティの中で自分が所属しているグループの中でなんか自分がはぶられそうだ、自分がのけ者にされそうだ、辛いことが起こりそうっていう時にその現実をどう回避するかっていう選択がその人の価値観を作ってその人の個性を作っているっていうようなことがメンタルモレルの理論というか考え方になってます。ということでさっきのマップの右上の人、自立しすぎタイプの人の特徴を5つご紹介していこうと思います。特徴1つ目は責任感が強いです。一人でやる、任せられない、他人に頼れないっていうような感じのタイプですね。ポジティブな面は前に出ていって自分で責任を取って自分で物事を動かしていく力っていうのがとか能力とか技術っていうのがすごい高い人が多いのかなというふうに思ってます。なんで仕事で頼られる人だったりとかがすごく多いと思います。男性でも女性でも自分自身でキャリアを築いて生きていってる人っていうのはこのタイプが多いのかなって思います。なんで幼い頃から結構勉強を頑張ってたりとかスポーツを頑張ってたりとかこういう資格を取るだったりとか技術を身につけるだったりとかそういうのを自分で考えて自分で行動してやっているっていう人が多いのかなって思ってますね。で僕自身もずっとエンジニアの勉強を自分でしてエンジニアの仕事をフリーランスで始めてたりとかデザインの仕事も基本は独学でいろんな本を読んだりとかいろんな人と仕事をしていく中で身につけて仕事にしてきたんですけど、そういうことができる人なのかなっていうふうに思ってます。でも逆に負の面もあって負の面は自分で抱え込みすぎちゃったりとか弱音を吐けないとかあとは他人に期待ができないから仕事を振るのがちょっと苦手だったりとか自分のできなかったことを誰かにやってくれないってお願いするのが苦手だったりとかあとは僕めちゃくちゃこれだったんですけどダメなやつって思われるのがすごく怖いとかコミュニティの中であいつ面白くないなとかあいつはなんかあんま価値がないなって思われるのがめちゃくちゃ怖かったです。というか今でも怖いですね。仕事とかでそう思われるのはすごく怖いです。なんか直したいなとは思ってるんですけどね、やっぱ深く染み込んだ自分の癖なんでなかなか治らないですね。はい、ということで特徴2つ目ですね。友達は多いけど親友は少ないです。これのいい面、自立しすぎな人は感情の共有みたいのがすごく苦手な傾向があるかなと思っています。なんで自分の弱音を吐いたりとかができないんで逆になんかポジティブな力で知り合いを作ったり友達を作ったりっていうのはすごく上手なんで軽いつながりの友達は増える傾向があるかなと思います。僕もめちゃくちゃ友達は多くて Facebook の友達の数がものすごい数いるんですけどでもその中で実際に本当の友達はいるって言われるとちょっと悩んじゃうというか親友みたいなのがすごい少ないタイプです。書籍の中で紹介されてる友達のレイヤーがあってそのレイヤーの中で親友っていうレイヤーはすごい少ないけどライトな友達ってすごく多い、すごい分厚いっていうのが特徴になりやすいかなと思ってます。特徴3つ目ですね。恋人との距離が遠いまたは近すぎるです。これも自己開示が苦手だったりとか自立しすぎてるっていうことに紐づいてるんですけどダメなやつって思われたくないし自立できない状況になるっていうのはすごく怖いんでそれによって恋人との関係の中でも自立しようって思ったりとか自立した関係でいたいっていう風に望んじゃう傾向があるかなって思います。恋人とかパートナーとの距離が遠くなってしまって相手から見るとなんかすごく冷たいというか寂しいみたいな感じに思われるような関係を築いてしまうことが多いのかなって思います。お互いに自立した関係を作れるよねっていうのはいい面なんですけど逆にパートナーから見るとすごく自立しすぎててなんで一緒にいるのなんで付き合ってるのみたいな風になっちゃうことが多いかなって思いますね。またはですけど僕の場合これなんですけど自立をしようと思って社会生活思春期だったら学校の中のコミュニティとか仕事だったら職場でだったりとかちゃんとしようと思って振る舞いすぎてるがゆえに恋人だったりとかパートナーに深く依存しすぎちゃうっていうような人も多いのかなと思います。親友とかも少ないから自分がちゃんとしなきゃっていう顔で生きてる全ての人たちとあと内側に一人だけこの人にだけは弱い姿を見せれるみたいな1か100かみたいな、そういう風になっちゃってる人もいるのかなっていう風に思いますね。てか僕がそれです。恋人にだけは僕は本音を話せるし自分の変なところというかふざけてる面も見れるしポンコツだと思われてるんですけど恋人以外にはポンコツだと思われてなくてカッコつけてるみたいなずっとそんな感じでしたね。ということで特徴4つ目です。感情表現が乏しくなるです。特にポジティブな感情表現っていうよりはネガティブな感情表現が乏しくなるっていうのがあるかなっていうふうに思います。さっきのマップで見ると依存型の人は自分が困ってたりとか悲しんでたりするっていうのを表現して相手に伝えるのがすごく上手な人かなと思っていて逆に自立型の人は自分の弱い面を見られるのがすごく怖いんでネガティブな感情を相手に伝えたりするっていうのに結構恐れがあるかなって思います。なんでいい面としては安定した人だと思われるんで職場とか
友人とかにも頼ってもらえる人であれるのかなって思うんですけど、悪い面としてはやっぱ気持ちを抑え込むことで人との関係が浅くなってしまう、ネガティブな悲しいとか辛いっていう体験も含めて人間関係じゃないですか。その共有が難しくなるんで、人との親密な関係を築くのが難しくなったりとか、いざとなった時に頼れなくなったりするっていうことが起こるかなって思います。特徴5つ目は、誰かのためは積極的なのに自分のために動かれるとムズムズするです。これはいい面としては本当に優しい人が多いのかなっていう気はしますよね。このタイプの人って的になれる人がすごく多いのかなっていうふうに思います。それはやっぱ自分が素晴らしいと思われたいっていうのもあるんですけど、自立した人間でいるっていうことは誰かを助けることができる人っていう人でもあるっていうふうに考えてる気がしてて、余裕がないと自立しなきゃって焦りますけど、誰かを助けなきゃっていうふうに普段から思ってたりとかする人が多いのかなって思います。影の面としては、助ける立場とはそれでいいことしたなって気持ちよくなれるし喜びがあるんですけど、助けられる立場になると途端にうずうずしちゃうっていうのがすごいあるような気がしてて、なんで人から助けてもらうのは苦手ですね。街中で迷ってここどこだろうって思っても、なんとか自分でマップアプリでなんとか解決したりとか、ウェブサイト解決したりとか、すってそこにいる人に聞いたりすれば解決するようなことを自分で解決しなくちゃって思っちゃうような傾向があるかなっていうふうに思ってます。僕だったら友達から何かをプレゼントされたりとかするのがすごい苦手で僕も何か返さなきゃってずっと思っちゃうんですよね。それを何か返さなくちゃって思わずに、ありがとう本当にみたいなで素直に受け取るのが結構苦手とか、仕事でやってもらったり助けてもらうっていうのが苦手ですね。助けてくれることも仕事の一環かもしれないのに、もうやってもらっちゃったなってすごい反省しちゃうというかっていうのが特徴5つ目です。最後に僕が実際にこれをやって生きるのが楽になったっていう対処法について、パートナーシップ、友人関係、仕事っていう3つの軸でお話ししようと思っています。1つ目は仕事についてですね。で、仕事については自分からダメなやつになってみるっていうのが僕のやってよかったことです。自立しすぎな人の特徴って、とにかく自分に失望されたくないし、できる人だって思われなくちゃいけないっていう強迫観念というか正義感があるので、成果も出せるんですけど、その成果を出さなきゃっていうこと自身に自分がめっちゃ苦しめられてしまうっていうのもあるあるな気がしてて、特に僕は躁うつだったりとか鬱になりやすい人、メンタル的に波がある人っていうのは自立しようって思って頑張りきれないと思うんですよね。なんであえて最初から、僕の場合は気分の波があってポンコツな時ってすごくポンコツなんですよね実際っていう、そういう話を少しずつ開示して、それには勇気が必要ですけど勇気を出して少しずつ開示してみる。で開示してみると意外とめちゃくちゃみんな理解してくれるし優しいです。世界って優しいんだなってそれによって体験すること、自立しようって必死にならなくても人って助け合って生きてるし、自分別にそんな焦燥感なくても生きられるんだなっていう風に体験できるんですよね。それが1つ目の仕事でダメなやつにあえてなってみるっていうことです。2つ目です。2つ目は友人関係ですけど、複数人での付き合いを減らして2人だけでの付き合いっていうのを増やしてみるっていうのが僕がやってすごく良かったことです。自立しすぎな人のあるあるかもしれないんですけど、付き合いみたいなものに積極的に参加していくっていう力がすごく強い人が多いと思うんですよね。それによってコミュニティとか信頼関係を築いてきて成功してきたっていう体験も多いのかなっていうふうに思うんですけど、それって、さっきのメンタルモデルで回避行動なんですよね。こういうふうに人との付き合いをした方がいいんじゃないか、こういうふうにしないと自分は忘れられてしまうんじゃないかっていう恐れから、そういう人との付き合いをしているっていう、そういう人との付き合いをできるだけ少なくしていく。逆にこの人と会いたい、この人と話したいなっていう親密で安心する感覚を持つ人と2人で会うっていう時間を増やす。何人もの人と会うんじゃなくて、限られた人とだけ会うっていう時間を人生の中で増やしてみるっていうことをするのがいいかなと思っていて、僕もこれで30代になって初めて親友が何人かできるようになりました。恥ずかしいですけどね。それまで友達に何かを開示する、弱い部分を開示するっていうのが本当に苦手だったんですよね。まずライトな友達関係の会う回数とか、僕が顔を出す頻度みたいなのが減ったとしてもつながりはなくならないですねっていうことをまず体験しました。それまでは定期的に会ってつながりを保とうみたいな意識がなんとなくあった気がするんですけど、そんなことしなくてよかったですね。会う時には会うし、会わない時には会わないっていう風に思えてるとすごく楽だし、それでも友人関係ってなくならないんだなって思えるようになりました。かつ親友みたいな存在、自分が本当に心が安心できて何か分かってくれるって感じてる存在ができることで、すごく豊かというか、すごく幸せな気持ちの基盤というか
そこがグッて硬くなったというか深みが増した気がしてます。すごく人生が豊かになったなっていう風に感じてます。3つ目ですね。3つ目はパートナーシップについてなんですけど、パートナー恋人に何かをしてもらった時にお返しをしないっていうことです。これちょっと逆の発想かもしれないですけど、すぐこう何かをもらった時とかやってもらった時になんか返さなきゃって思っちゃう自立型の人は、その時に本当にありがとうっていうすごく嬉しい素直な気持ちをただ表現してそれで終わりにしてみる。すごいムズムズするんですけど、その人も見返りが欲しくて何かをしてくれたわけじゃないと思うんですよね。大体の場合は自分が何かをしてあげたいと思ってこれを買ってあげたいなとか、こういうご飯を作ってあげたいな、こういうものを使ってほしいからプレゼントしたいなっていう風に思って何かをしてあげたっていう感覚だと思うんですよ。なんで自分が返さなきゃっていうのはギブアンドテイクの関係になっちゃって、ギブアンドテイクじゃなくてギブした瞬間にその人はテイクもしているっていう風に思えるようになることが僕にとってすごく楽になったことでした。この間これをしてくれたから今度は僕がこれをしようじゃなくて、もっと純粋に僕がこれをしたいから今これをしてあげよう恋人にっていう風に、ギブアンドテイクじゃなくてギブだけで関係性が成り立っていくっていう発想が、自立タイプの僕にはなくて、なんか返さなきゃいけないとかずっと思い込んでたんですけど、そんなことなかったですね。返してあげる方がいい人だって思ってる時よりも、純粋に自分がやりたい時に何かをしてあげようって思ってる時の方がもっとたくさんギブできてる気もします。それですごくパートナーシップの関係の安心感も増しました。はい、ということで今日は自立しすぎな人の特徴と楽になった生き方っていうのを僕のエピソードも踏まえてお話しさせていただきました。もし私も自立しすぎですみたいな、こういう失敗談がありますみたいな、こういう風に生きるのが楽になったみたいなことがあればぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは心の波とどう豊かに生きていけるかっていうことについてお話ししています。よかったら Like、チャンネル登録してくださるとすごく元気をいただけます。よろしくお願いします。ということでいつも見てくださって温かいコメントくださって本当にありがとうございます。元気をいただいてます。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。